さあ、久々の、そうですね。さあ、久々の、そうですね。準備はそうそう。あ、マイクテストはこれで OK ですね。お待ちください。では、強くてニューゲーム進めていきましょう。まだもうちょいかかるんで、同意する。予定がなくなっちゃったんだけど、何しようかなっていう感じでやってたんですけど、時間がもう全然ないんで、でもちょうど14やってたんで、強くてニューゲームやります。ですね、298回かな、これだね。298回。そうですね。よし。じゃあ、ナレーション流しときましょうか。よいしょ。あれ流れてるね。ゲーム実況始まるよ。今回は23実況ゼノス討伐後 4.1 からアラミゴ編解放戦争後編1ひよこの FF14 PC 第298回強くてニューゲームになります。モフオジです。お牛座の A 型ですが器用に行動できません。不便だな。オッケー。翻訳大丈夫かな。ダメだね。ちょっと待って。オッケー。いやー、ちょっと起動し直さないとダメかな。ちょっとお待ちください。しょ。これを起動して、こうですかね。OK。あ、大丈夫ですね。よし。では始めたいと思います。こうもこうです。本日もよろしくお願いします。ひよこの AFF14 やっていきます。ですね。4.1 からになると思いますね。4.0 のゼノスを倒した後、の話からなると思うんで、まあそこからやっていきたいと思います。まあ早速やっていきましょう。まあだらだらシナリオやってる感じになると思うんで。強くてニューゲームで、これですね。解放戦争戦後編1ってやつですね。やっていきましょう。これ1ってあれちょっと全角っぽいですね。この半角かと思ってたね。この辺のやつ。全部全角っすね。フォルドラの話が出てますね。あと、ラウバーンですね。はい。というわけで入れ替わりました。これに沿っていけばいいのかな。あれ、これにすりゃいいのか。これだ。ああ、そうですね。で、どこだこれ。ラールガーリーチなんだ。はい。なるほど。ってことは、理性から実習あたりですかね。はい。そっか、ここで終わったんですもんね。確かにね。リセが、ですね。あれですね。暁を脱退するって流れになって、終わったっていう感じですね。はい。いや、個人的にはあれですね、声優さんが遠藤さんなんでね、リセは残ってほしかったんですけどね。まあ、やっぱ人気ありすぎですよね。BGM そっか、変えてんのか。どうしよっかな。もう戻しとくか。また変えるかもしれないですけどね。よし。じゃあ行きましょう。ちょっと待って、メナーゴの中に。お得意そうね。冒険の誘い。
さあ、朗読していきますよ。様子を見に来てくれたの？ボイス付きだ。いいっすね。最初からボイス入ってんだ。アラミ語での決戦が終わってから少しずつだけど新しい国づくりが始まっているんだ。だけどこれがまた難題だらけでさ、ヒエンっていう主君がいるドマとは違ってアラミ語には絶対的な指導者がいないからね。こっちの方が大変そうっすよね、やっぱり。帝国侵攻以前はアラミ語にも王様がいたんだけど、最後の王テオドリックがとんでもない暴君でさ。だからアラミ語では王政復古を求める人は少ないんです。じゃあ新しい国の形はっていうと、当然のことだけどいろんな意見があるってわけ。しばらくはラウバーンたち同盟軍の力を借りながら話し合いを重ねて新体制の方向性を決めていく感じだね。その関係で今日もこれから市街地の方で会合なんだ。まあ大変だけどアラミ語の未来を決める大切なことだから頑張らないとね。それじゃあナーゴ、警備の方は任せたからよろしく。了解です。まあ、指導者は確かに必要な感じはしますね、今後ね。その辺が出てくるかもしれないですね、話として。お、いいところに。ちょうど探していたところなんだ。アレンバルドか。そう身構えないでくれよ。何？悪い話じゃないって。ただ、ちょっと場所を変えたい。少し付き合ってくれないか。4.0 とかアレンバルドちょろっと出たレベルじゃないですかね。おそらくね。話ってのは、新しい冒険のことさ。俺たちは、暁の一員ではあるけれど、その前に、一人の冒険者だろ？悲願だったアラミ語の奪還にも成功し、帝国との戦いにも、一つの区切りがついたんだ。そろそろ冒険に勤しむのも、悪くないと思わないかい？あれだっけ、後半の時に、なんかじいさんのところに行って、あれですよね、あれですね、アラミ語のところに、裏道から入るみたいな、ルートを確かったですね。あれですね、教えてもらうところに、貢献した人ですよね、アレンバルド。そこで、とっておきの情報を仕入れてきたんだ。アルフィノを交えて3人で、挑戦してみようぜ。今全然はさ、暁に所属してるっていうのがあれか。付き合ってやるか。どっちでもいいのかよ、選択肢。会話が出なかったですね。よし、早速だから俺はアルフィノを探してくるよ。そうだな、エーテライトプラザ付近で待っていてくれないか。またあったよな。どこにいるんでしょう。じゃあこっちはエーテライト付近に行きましょうか。あ、早速これで1個終わりなんだ。めちゃくちゃ早いっすね。坊ちゃん。いや、カース、突然面白い冒険のネタがあるからと連れてこられたのは一体どういうことだ
今回アルフィノの参戦ですね。よし来た。俺から説明しよう。ここからちょっとしたアルミ越しの勉強だ。少しばかり眠くなるかもしれないがよく聞いてくれよ。ガルマール帝国の侵略を受ける前のこと、当時王政だったアルミゴじゃないとテオドリックという王がいた。さっきのさ、暴君テストですね。いや、随分と評判の悪い王だったよね。史上最悪の暴君であったと伝えられているそうだ。ああ、その通りだ。国境だったラールガー、聖堂教の、文句たちと対立し、ラールガーリーチを、焼き討ちにしたのも、廃王テオドリックだ。その、晩年には自分の王位が、狙われているのではないかと、極度の疑心暗鬼に陥ってそうだ。片っ端から、王位継承権を持つ王族たちを処刑していったらしい。その際、処刑の対象となった王族たちの財産は、王に没収され、アラミゴ王家に持ち去られたと言われている。これが、廃王の黄金伝説だ。なるほど。君が言っていた冒険とやらの正体が見えてきたぞ。消えた廃王の黄金を探そうというんだね。その通り。でも待ってくれ。その伝説というのはアラミ語でも有名な話なんだろう。だったらすでに探している人だって。もちろん俺たちより先に動いていた連中は大勢いたさ。アラミ語で奪還された直後、かなりの人数の闘士たちが財宝を手に入れ取って大きな苗を捜索したらしい。ところが夜通しの家探しにもかかわらず何も発見されず、廃王の黄金伝説あっという間にで死なったんだ。そういう割に君の目は期待に満ちているようだ。それが冒険心ってやつだろうな。俺たち3人で廃王の黄金探してみようぜ。来たね、宝探し。冒険者といえばそうなるよね。宝探し大好きですね。エモートアクション格闘訓練を覚えた。なるほどね。ここで覚えるのか。格闘訓練はね、どこだったっけな。下のここになったような気がするね。とか言って見つからないって感じですね。これか、これだ。これですね。ここで覚えるんですね。ああ、はい、行きましょう。伝説を追って、ドマとアルミゴの解放が伝わったことで帝国の各属州には、独立の機運が高まっているので、属州の一つ、ダルマスカで、大規模な反乱が起きたとも聞く。そうとなれば、帝国も今すぐには動けない。ダルマスカといえば FF、なんですね。12ですね。確かに気分を変えて冒険するというのは今が後期だ。だからどこから手をつけるかってあるんだね。先行組の例を見る限り、がむしゃらに大きを探しても、効果は薄いはず。やっぱり地道な、聞き込みで情報を集めるしかないだろう。つまり当てはなしていると。そうとも言うな。松野さんでしたっけ？松野さんが、あれですね、グレンの、あれも参戦してますもんね。タクティクスの、アライアンスレイですね。いや、ではこうしよう。タクティクス &12 かな。の、ですね。どっかであれですね、強くて逃げるやるかなやるかもしれないですね。私はこれからウェールズや同盟軍の、情報部門と接触し、彼らが押収した帝国の記録を洗っている。仮に帝国軍が、侵略直後に財宝を発見していれば功績として記憶を残されるから。本当に暇な時にやると思いますけど。その間、君たち二人は王政時代に大きに働いていた使用人や、監視たちを探してくれる。20年前に成人していた40代以上の人に話しかけ、廃王テオドリックによる王族殺しの生き証人を見つけ出すんだ。そしてどんな些細な話でもいいから情報を集めてもらいたい。そうだな、アレンバルドは、辺境地帯や山岳地帯の集落で、カーザ、アルミガンクォーターでそれぞれ聞き込みをしてくれる。やっぱりアルフィの誘って正解だったです。それじゃあ、情報収集が終わったらアルミガンクォーターの門、ギルバルド門のあたりに集合ってことで行動開始だ。アラミガンクォーターですね。
王宮で働いたことがあるかって。いや、そんな経験はないね。何せ、当時の王様は、残虐なことで知られてたからな。聖なる礼拝台って場所でよく公開処刑が行われたものさ。自分に逆らった連中を台のてっぺんから突き落とす。うわ、すごいっすね。それは確かに残虐っすね。そんな恐ろしい王様が暮らす王宮で働きたいなんて思うわけがないだろう。さすが、暴君ですね。ちょっと待ってね。ちょっとこれ位置変えます。よいしょ。ローエンガルデ族の中年女性。あらあら、おばちゃんの昔話が聞きたいのかい。帝国軍が、来る前はテオドリックっていう名前の王様はアラミゴを治めていたんだけどね。でも肝心の、王様を見る機会といえば、公開処刑のために出てくると、くらいも、その最後の方は姿を現さなくなったっけ。噂じゃ暗殺を恐れて王宮から出るのをやめたんだとか。一度私も使用人として、王宮で働かないと誘われたんだけど、もちろん怖くなって引き受けなかった。あれですよね。ラウバーンと、あれですよね。あいつ、イルベルとか、あの辺がね、あれですね、テオドリックの、あれですね、止める、あれですね、戦になんか参加してたんですね、確か。王政時代に王宮に出入りしていたものを探していると。なら俺に声をかけたのは正解だったな。若い頃俺は傭兵として、衛兵として、王宮の警備を担当してたんだ。正直言って生きた心地はしなかったよ。毎晩のように王宮の中から恐ろしい、叫び声が、響くんだからな。といっても中で何が起こられたか俺は知らんぞ。衛兵として、門の前で立ち続けていただけだからな。王宮内での出来事を知りたいならこの先に住む、元、書記官のエルノルドさんを訪ねることだ。確かにわしがいるのですが、何用かな。テオドリック王の時代、王宮で何が起きてたのか知りたいと。確かに今は未来を考えるため過去を思い出す時かもしれない。よから少しばかり昔話をするとしよう。王位に狙われていると思い込んだテオドリック王が王族の処刑を繰り返したことをお前もし聞いておるだろう。じゃあしばらくして王は、公開処刑よりもさらに無ごたらしい処刑の仕方を思いついてな。お抱えの、宮廷呪術師に命じて、捕らえられた王族たちに、呪いをかけ、怪物のような姿に変えられてしまったのだ。そして、変異を遂げた者たちを地下に落として、思い出すだけでも恐ろしい。あのような教授が、二度と起こらないようにするために、やはり王政に戻してたので、わしはそう思うんじゃよ。これはサクサク進みそうですね。さあ、早速だが、集めてきた情報を共有しようぜ。ID が出る感じですかね。では私から、帝国の記録を洗ってみたが、廃用の黄金につながるような財宝の類が発見されたという記録は見当たらなかった。もちろん正式な記録を残さなかったかもしれないが、帝国によると略奪の可能性は極まったと、考えていいだろう。それでカーズの方はどうだった？テオドリックはお抱えの、宮廷重視に命じて王族を怪物に変異させ地下に落としてたので。まさにこれですよね。そういえば俺が荒切りで話したじいさんも、王宮の地下に罪人を収容するための監獄があったって聞いてたの。でも怪物の話なんて聞かなかったです。帝国の記録にも王宮内に怪物がいたとは記されてなかった。カーズが聞きもしたいとイルノーズって人がホラー話をしたってことか？嘘かもしれない。嘘かもしれないってことは、この情報は参考になりそうもないな。いや、待ってくれ。廃用の黄金のありかが、分かったかもしれないぞ。だが、その仮説を、語る前に確認したいことがある。アレンバールド、君はなぜ廃用の黄金を欲しているんだ？この冒険に挑む本当の理由を教えてくれ。
興味本位の質問ってわけじゃなさそうだな。俺の父親は帝国に所属していたガレアン人だ。アラミゴ人の母にとって望まん子だったと言えば、細かい事情まで話さなくてもわかるだろう。うん、なるほどね。そして成長するにつれ、ガレアン族の特徴である、第三の目の兆候が出てきた俺を見て、母はナイフを手にした。あ、この後そうなんだ。なるほどね。俺の顔の、線箇所は、その時の傷を隠すためのものやろなね。隠してんだ。はいはい。ガレアン人だから目が出てんのか。うわぁ。結局母に捨てられた俺はアラミゴ市街地で裏通りで孤児として育った。物乞い盗み、そして強盗を生きるために何でもしたよ。だがそんな生活に嫌気をさして、故郷を出たんだ。亡命希望者の一団に紛れて、頂上を越え冒険者になって、流れて暁に身を寄せることになった。ともかく俺は誰よりも貧しさが人を変えちまうことを知ってるつもりだ。飯のために罪のない人を襲うなんて情けなく恐ろしい行為に手を染めた俺だからこそ、貧しい同胞のために財宝を手に入れたいんだよ。話しに行くことを聞かせてくれてありがとう。他で君の思いはよくわかったよ。ならばカーズ、我々もアレンバールドの熱い思いに応えようじゃないか。報酬はスリルと冒険、見つけた財宝を義援金にするんだ。1割くらいください。これで決まりなんで教えろ。廃用の黄金のありかをね。ひよこに1割ください。ボス倒すの俺なんだから。ボス倒すのひよこ確定なんですからね。廃用の早速私の仮説をと思ったのは、ここよりも外で話した方が都合がいい。そうか、都市内だと誰が聞いてるのかもわからないもの。いや、理由は少し違うのがまあいい。ともかく、ロッホセルコの南岸まで付き合ってくれ。仮説はそこで披露させてもらうからね。ないですよね。めんどくせえ。もう飛べねえとめんどくさいですよね。広いですからね、ここ。あとランダムのやつもしておきますね。はい、これと。ああ、もったいつけてしまってすまないね。場所を変えたのは、湖を見ながら説明したかったからなんだ。今でこそ縁故となっているが、はるか昔ここは、峡谷地帯で、第五世紀時代にはスカラという、都市が存在したんだ。ところがスカラは戦争によって滅亡。その廃墟すら第六零歳の、大洪水で、水底に沈んだ。そしてできたのが、眼前にあるロッホセルコというわけだ。なるほどね。つまり怪物を落とされたという大きな力で監獄のことではなく、さらに地球深くにあるという。スカラは、移行のことではないかとなる。なんだ。そしてわざわざ怪物を生きたまま落としたのは、地下以降、危険な場所にしておきたい理由があったから。廃用の黄金を守る番犬代わりに、怪物を地下に、解き放ったってことか。ご明察。そして、宮廷呪術師が絡んでいる以上、地下以降に通じる入り口は魔法的に隠されていた可能性が高い。戦略してきた帝国には、解放直後に家探しをした先行組がお宝を見つけられなかった理由にもなるな。私とアレンバールでもう一度、沖縄で捜索しよう。カーズは、得意の潜水術を活かして、水中から潜入可能なルートがないか探してくれ。あ、そっか。この辺に入り口があるのか。なるほどね。じゃあもう早速っすね、じゃあ。スカラっすね。
しかもそっちから潜んねえといけねえのか。それか、ここを潜って、あっちの方に繋がってるかですかね。あ、繋がってそうだな。繋がってますね。これでいいんだ。ここですかね。すげえ、こんなとこにありますね。侵入地点って書いてありますけど。ここ調べりゃいいの？いや、地底だからここじゃねえのか。まあ、入り口はあそこっすね、これが。ってことで、ダンジョンのアイコンつかないんですね。アラミ号機の真下に向かう横穴で発見した。奥に何があるか調べてみる。で、これ、こっちを調べるのか。紛らわしいっすね。こうか。古びた、扉を発見した。どうやらここから、地下以降に入ることができそうだ。地下監獄の一角で魔法的に、取得された、転移門を発見した。異文によれば地下の鍾乳洞に続いているらしい。か、そちらの様子はどうだろう。侵入できそうな石扉を見つけたのか。状況からすると内部でうまいこと合理できそうだ。君はそのまま追中ルートから侵入してみて。それから念のため助っ人を呼んでおいた。信頼できるラストから安心してくれ。それじゃなかったな。どうしよっかね、ジョブ。いやー、どうしよっかな。なんか普通に行ってもいいし、フェイスでも行ってもいいような気がするね。サポート NPC になるのか。うわー、このメンツになるんだ。これはこれ面白いかもしれない。アレンバルドがいるね。今までずっとパーティーで行ったもんな。ちょっとトイレ行かせてください。じゃあせっかくなんでサポート NPC 行ってみますか。時間かかるけど。まあ。その代わりタンク行きましょう。タンク行くんで、どうしよっかな。戦士行くか。これだってひよこじゃなくなっちゃうんですよね。それでね、ちょっとね、悩んだんですよ。だったらひよこにするか。ひよこにしますね。ビブチョコレート。せっかくの FF11 もそうですけど。じゃあ、リスいきましょうか。よし。じゃあこれでいきましょう。サポート NPC。これですね。なんだ、アルフィのあれか、ヒーラーか。あれっすね。学者ってことでしたっけ？この時代だったらまだ学者っすね。水没以降っすから。懐かしいな、ここ。いや、この BGM めちゃくちゃ懐かしいですね。ちょっと待って。トゥントゥントゥン。喋ったりすんのかな。やっぱアルヒナは喋るんだ。フェイスともうほぼ一緒っすね。フェイスはあれですね、グレンからなんですよね。グレンからじゃねえや。
思って。いや、漆黒からですね。漆黒からなんですね。なんですけど、まあ、そこまではサポート NPC っていう感じなんですね。まあ、ペースのが先に実装されたんですけどね。まあ、これができたことで、今はもうソロでもうできるって感じで。こんな死んでる。ちょっとヒーラーいねえのヒーラーアルキノだろ。アルキノ何してんだよ。なんでそんなとこいんだよ。現象って覚えてねえのもしかして。ちょっと待って。現象覚えてねえけど、全然使えねえぞ、そうだと。回復ができないっすもんね。しかも、はい、2個しかねえし。1個は前方範囲ですよね、選手。あんま無茶しすぎないようにやってったんですね。大丈夫だと思いますね。持ってんのか。使っていかないとね、書き込みです。そうよ。回復してもらわないとダメです。今回フェンスで行くんだけど、いろんなやつ、いろんなに使って遊びましょうか、せっかくなんで。前やってた時はずっとあれですよね。ワンデーから。範囲の場合はこっち。さあ、これで一番進む。懐かしいな、まあ。後ろか前かって言ってるやつですね。が吹っ飛ぶで、もう一個の方が離れないと。おい、見ていてくれよ。
ってくんじゃねえ。あ、これが離れるやつ。一つできるかも。アバ、オリ、見ていてくれよ。攻撃してくれていいんですけど待機してるダメかな、邪魔になる。スカーそういう見た目いいんですけど、食らえ。私にだってこれくらいは。早くねね、範囲でもいいかもしれない。回復してくれますもんね。自己回復で関東に嫌がられるだけです。ペースだ、ペースだ、ペースだ。サポート NP しちゃったら嫌です。結構いるな。結構いますね。心配ですけど。さんが来てない。いや、遅い。アルヒノさん助けてね。アルヒノさん死ぬ。なんでそのチンタラしとんで。いや、フェイスとやっぱ違いますね、仕様が。サポート NPC だと。危ね。助かった。いや、回復しながらきついな。フィジグスを迎えて、そりゃしんどいわけです。私にだってこれくらいは。これくらいは。だから
君が遅いのかもしれないですね、歩くの。あ、遅いですよね。ペースはね、しっかりダッシュしてくれますよね。だからまとめ釣りできるんですかね。さすがにサポート NPC なんて初めて使ったので、仕様がいまいちみたいです。あれと一緒ですかね。グランドカンパニーでやるからです。NPC を育てるやつですね。あれと一緒だと確かに弱いですね。無茶しない程度にやります。いや、もうさっきの本ギャグ使うの無理でしたもん。いや、これはもう全然覚えてないです。これを倒せってことか。食らえ。変身か。これを確かそうか。これで壊す。これでこいつを壊して。決めてみせる。確かグレンだと、この ID やると、次の ID だいぶ先だった気がしますね。なんでこれやったらしばらくシナリオメインになってくると思います。倒さないといけないんです。決めてみせる。
はタンクやってますから、メインジョブはあくまでヒーラーですね。最近フロントライアーで忍者が楽しいんですよ。忍者使ってます。忍者をやって侍をキルする。侍が怖くない忍者だったら侍怖くないですね。あれですね。竜さんで行くと侍怖いんですよね。相性が悪いんで。体力半分削ってるんですよ。削できますからね。あれが気持ちいいっすね。侍がやっぱ上手くなると侍の方が多分優秀な感じがしますね。範囲そっち。Okay. ジャモルバ行きやすい冒険者っすよね。ジャモルバ。あれがテオドリックですね。テオドリックの慣れの箱ですかね。さあ見ましょう。フロドリックって書いてある。色源。これなかなか前にやるやつ。よくやってくるやつ。ギアとパウルスケース。これ尻尾っすね。対象者ですね。タンクは対象にならないけど、とりあえず打たなければ大丈夫ですね。トリックだから十字になるのか。
ーム2ってわけじゃないですね。見ていてくれよ。AD 使うんかな。邪魔をするな。邪魔をするな。すごいじゃん。オッケー。放水した。これだったらパーティー行っても全然問題なくいけそうですね。むしろそっちの方が安定するもんね。でもあれですね、69アイデアって苦手です。普通に死んでましたけど。前回の配信だと。あそこは苦手なんですよね。あそこまとめすぎない方がいいですね。なんか喋るかな。今の回物人が変異したものだったら宝物で一体いいんだろうな。でもやっぱこれあれですね。連れてこないとこういう会話聞けないってことですよ。アレンバールドの坊主って言ってます。どうやら先ほどの怪物が暴君テオドリックによって魔物へと変えられたという王族の慣れの果てだったようだね。ともあれ、苦労した甲斐はあったようじゃないか。な、そうだろ。まあそのようだな。しかしこれほどの財宝が眠っていたとは。きっとリセやアラミゴのみんなも喜ぶぞ。俺たちの冒険は大成功だ。OK です。あ、じゃあモルバがいる。いるわ。あれちょっと待って。これあれか。やったことによってこれついてきたってことなんですかね。なるほどね。いやいや、私とアレンバルドを頑張ってみたが、さすがカーズ、冒険者として一流だな。いや、声かけて正解だったよ。おかげで貴重なものを見られたしな。そうだね、王族の財産とは聞いていたが、あれほどの宝があったとは。もちろんお宝もそうだが、俺が言いたいのは、モフモフの仕様を、目にした時のアルフィンの動揺ぶりだよ。普段の様子とまるで違ってさ。いや、やめてくれ。とにかく全員が無事で灰色の黄金を発見した。それでいいじゃないか。ああいうの苦手なんですが。からかわれる頻度が増してきた気がする。なぜだ？なぜこうなってしまったんだ？まあまあ、そういう役目ですよ。そうね。エスティニアンとかもそうですけど。冗談はともかくして、せっかくの朗報なんだ。灰色の黄金を発見したってことを理性に知らせてやらないか。
まあ最初の頃はあれですね、サンクレットいじられてましたけどね。そうだね、きっと喜んでくれることだろ。それでは助っ人の仕事もこれでしまいということで、わしはここで失礼させていただきます。うん。やっぱ助っ人してたんだ。ああ、助かったよ。マハにもよろしく伝えておいてくれ。さて確かリセは会議のため市街地に来ているはずだったね。あたりを探して声をかけるとしよう。うん。リセだ。さあ、会議ですか。ログを元に戻しときますね。うん、通常はピクトマンスターでとりあえずやっていきます、今回は。透明はね。PVP、ピクトマンスターかなり今好きなんで。楽しいですね。楽しいですね。はい。はい。ぶちかましい。竜騎士もね、7.2 でまた強くなればね、また使っていきたいですね。今はちょっと弱いんであれなんですね。どっちかといえば忍者とかも結構やりやすいですね。珍しい取り合わせね。3人揃ってどうしたの？リセに報告したいことがあるんだ。カーズたちと見つけたあるものについてね。IO テルドリックの隠し財宝を発見したですね。すごいじゃない。それで財宝の使い道なんだが、貧しさに苦しむ荒組の人々のために使ってもらいたいんだ。アレンバルド。王宮の地下監獄から財宝の秘匿場所まで地図を作ってある。後ほど解放軍の闘士の中から信頼できる者たちを選抜して、回収に向かわせてもらえるとありがたい。わかった。あなたたちの思い決して無駄にしないって約束する。しっかりと使い方を考えないといけないね。ありがとう。それともう一つ提案がある。アルフィノに、廃用の元手にした支援策について、検討してもらいたいんだがどうかな。俺は細かいことが苦手な将軍だし、何より学びがない。単に金をばらまくだけじゃ問題を解決しないことはわかるが、具体的にどうすればいいかまでは頭が回らないんだ。いい考えだね。私からもお願いさせて。中立の暁からの視点で案を作ってもらえると嬉しいな。了解だ。任されよう。リセ隊長か。緊急事態が。ほうほう。ちょっと落ち着いて、そんな慌ててどうしたっていうの。解放軍に抗議したいことがあると、市民たちが集まってきていて大変なことになっているんです。とにかく現場まで来てください。抗議したい。ほうほう。あれかな、フィルドラの件ですかね。フィルドラ今、あれその監禁してるって状態ですよね。皆さん、どうか落ち着いてください。落ち着いていられるかってんだ。ここにいるのは分かってるんだぞ。あの売国道、皆の前に引きずり出すなよ。やっぱそうですね。売国道つって言われてますね。そうだそうだ。これは一体どうしたっていうの？どこから漏れ伝わったのか、ホルドラがここに収監されているのを知って、市民たちが押し寄せてきたんです。ホルドラっすね、ホルドラ。うん。ヒルドラじゃねえ、ホルドラ。やっぱりあのドクロの処刑人がここにいるってのは本当だったんだな。あんたら何をグズグズしてるんだ。あの魔女をここに連れてこい。俺たちの手で八つ裂きにしてやる。いや、もうアラミゴ人もアラミゴ人って感じっすよね。八つ裂きだなんて、それじゃ帝国のやり方と何も変わらない。みんなもっと冷静になろう。冷静になれですって。私の婚約者はドクロ連隊に殺されたのよ。恨みを晴らさせてちょうだい。俺の親父もそうだ。奴は魔女だ。売国奴だ。あんたら解放軍だって仲間をたくさん殺されたんだろう。だったらなんだって奴を隠そうとするんだ。まあ、相当殺されたんであればやっぱそうですよね。まあ許せない感じになりますよね。これあれと全く一緒っすよね。想定の時と。やれやれ。
騒乱が生じたと聞いて来てみれば。ラウバン。聞け、そうだね。アラミ語の同胞たちよ。来たね、ラウバン。誰だ。アラミゴの猛牛、ラウバン様よ。これから結構面白くなるんですよ。諸君らの怒りも嘆きも悲しみも我が輩もまたこの胸に感じている。痛いほど、そうまさしく痛みとなって感じられるのだ。だが考えてほしい。帝国軍に連れ去られたまま未だ戻らぬ同胞のことを、彼らの帰りを待つ恋人、家族、友人たちのことを、行方の知れぬ彼らはいずこにいるのか。これを調べることもまた大切なことのはず。復讐あるいは正義を求める声はよくわかる。だが今少しだけその決断を下すのを待ってほしい。殺すのはたやすいが死者に真実を問うことはできないのだから。我らアラミ語の民は今や新たな国づくりを始めている。故に我が輩は全ての同胞たちを前に訴えたい。新たに国を担うことになる者たちが真実を知ることができず迷うことがあってはならないと。罪人たちを裁きの場に引き立てる役割は彼ら新政権の担い手にこそ任せようではないか。故に今は辛くともこの燃え上がる心を鎮めるべきなのだ。モフオジです。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜の木さんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところこれこそやっぱ指導者っていう感じ。奇跡ですよね。分かったよ。ただどうしても俺は犠牲にできないことですよね、これはね。そうだね。ありがとう、ラウバン。怒っている人たちの声を聞いたらなんだか飲まれちゃって。難しい問題だな。彼が抱く怒りは、アラミコ奪還に向けた、正義の源でもあった。目的が達成された今、その感情は、無節操な、死刑に向かいつつある。はい。今回の騒動以外にも、各地で、死刑の動きが見られるんです。帝国統治下で、帝国の人たちが、取り入ることで、利益を得ていた人たちが売国とで呼ばれて非難されていて、暴力沙汰まで何件か報告されているのが現実です。なるほどね。はい。ゼノスをはじめとする帝国軍の将兵たちを、そうした、墓まで、荒らされたという話まで荒らされたんだ。墓が荒らされている。ミラバニアに生きるすべての人たちが、種族や、性別、出身に関わらず協力する国を作りたい。そんな理想を掲げているのも現実は厳しいね。でも沈んでばかりいられない。これからアラミ語をどんな体制の国にするかを決めるため、代表者会議が開催されるんだから。代表者会議アラミゴット市内だけでなく各地の集落やギラバニアの外に逃れていた難民たちに代表者を派遣してもらって国づくりについて話し合うんだ。もちろんあなた族や貴金属といって、獣人種族に対しても参加を呼びかけている。
この会議だけは何としても成功させねばならん。ハラミゴという国の未来を左右する大切な時期だからこそ、フォルドラの処遇をめぐって対立が広がるのを避けたいところだ。ただ、フォルダのことはこれまでの行動から処刑を求める意見もわかるんです。何よりごっちゅうの彼女自身が、死刑を求めていますし、なあ、それはしないって言ったはずでしょう。フォルダ生かすっていうのがですね。彼女を処刑すればみんなの気持ちが静まるかもしれない。でも死と恐怖を、で、国を導いてしまったら、廃王テロドリックやゼンスと何も変わりがなくなってしまう。なあ、フォルダラと面会させてくれないか。俺は戦いの最中で彼女の過去を垣間見ているんだ。彼女がやってきた行為はもちろん許せないものだ。とはいえ、生まれついた時代に翻弄された部分だって確かにあったはずだから俺は、そうだ、何気にそう超える力持ってるんですよ。そうだ。わかった。面会するつもりなら捕虜収容所の衛兵に声をかけて、私も彼女と話してみたいから同行させてもらう。それでは我が輩は任務に戻るとしよう。県の、コルドラが、処置を受けた、研究所の調査の途中だったのでだ。難しい局面だがあまり感情に流されるよう気をつけるんだぞ。ホルトの面会でありますか。ここはさすがにボイスついてるでしょうね。ホルトラなんで。誰かと思えば、揃いも揃って、敗者を嘲笑いに来たのか。いや、それともようやく、私の願いを聞き届ける気にでもなったのか。この無駄な命を終わらせてくれるなら、歓迎してやるぞ。どちらでもないよ。言ったでしょ。生きさせるって。でも、それは嘲笑うためでも、勝ち誇るためでもない。無駄なことを。そう。全部無駄なんだよ。もう生きている意味なんて、これっぽっちもありはしない。仲間たちは、他ならぬ私の手で死に、そして、私はお前たちに敗れた。もう生きている意味なんて。ああ、これ大砲みたいなの撃てって言われたんですよ。確か全然。そうですよね。そうじゃないだろ。今さら、本音を隠そうとするなよ。あんたは冷酷だったけど、バカじゃない。すべてを投げ打ってでも、未来のため自由をつかもうとした。それが、仲間の死を踏み台にすることだとしても、あんたの決意だけは、誰がどう言おうと本物だったはずだ。俺はそれを知っている。子供の頃のフォルドラか。こんなところまで見てたってことか。フォルドラさあ、よそ見をしないでちゃんと歩いてちょうだい。今日の晩餐会にはガイウス閣下もいらっしゃるのよ。ガイウス。はーい。ね
父さん、ガイウス閣下って誰？教えて教えて。またフォルドラの教えて教えてが始まったね。この頃はまだガイウスが治めてたっていう流れか。いいかい？ガイウス閣下は、ここアラミゴの総督を務める立派なお方さ。早く行かないとお目通りできなくなってしまうよ。ひよこがね、ガイウスを倒したんで、今はゼノスが治めてたってことですね。なんでまあ、ゼノス倒したんで今は、あれですね、解放しましたけど。売国どが。ねえ、お父さん、売国度って何？教えて教えて。いや、それは聞かない方がいいと思います。売国度ってのはな、嬢ちゃん。国や仲間を売り払って自分だけがうまい汁を吸おうとする、お前の父ちゃんや母ちゃんみたいな薄汚いクズ野郎のことさ。お父さんもお母さんも優しいんだよ。クズなんかじゃないもん。その優しさってのはな、俺たちの血でできてるんだよ。いやしか君。まあ、この頃の子供には全く罪はないですからね。いや、しかも石投げられてるよ。いや。おばあさんがやってる。危ない。売国だ。栄えあるガレマール帝国軍は属州民同士の喧嘩になど付き合っている暇はない。助けねえんだこいつ。そんな、私たち一家は市民権を持っているんですよ。全人大将大抵ろくなやついないですからね。お父さん、怖いよ。大丈夫。大丈夫だ。いずれみんな分かってくれる。反抗だけが生きる道じゃないんだ。売国だ。売国だ。うわぁ、これはでかいですね。これがきっかけで、フォルダが強くなっている感じですかね。蛮族同士の小競り合いなど好きにさせておけ。ガス武器にはちょうどいい。フォルドラ、行かないでちょうだい。あなたは市民権を持つ立派な帝国人なのよ。だから軍に志願する必要なんてないわ。あなた、その入れ墨は。見ればわかるでしょ。死んだ父さんと同じアラミゴ伝統の入れ墨なんだから。そ
そんなことをしたらあなたも蛮族だって思われてしまうわ。私も帝国人なんじゃなかったのかしら、母さん。結局そういうことよ。いくら市民権を持っていたって生粋のガレアン族からは蛮族と呼ばれ、同じ帝国人とは見てもらえない。だったら軍に入って誰にも文句を言わせないほどの力を手にするしかないんだ。父さんのようにならないためにも。アンスフリッド、フルドルフ、エメリン、覚悟はいいね。私たちは力を手に入れる。どんなに苦しくとも、たとえこの中の誰かが死のうとも、その屍を踏みしめて少しでも上へ、自由をつかむために。お母さんさすがにこういうのも望んでないかったってことか。まだ生きてんのかな、このおかんは。あれっすよね。どこでしたか、アラガーナでしたっけ、真ん中の地域の下のところのとこっすよね。あんた、人柱になるつもりじゃないのか。自分が憎しみを背負って処刑されれば、民衆の心は団結する。だから、違う。死にたいだけならいくらでも機会はあったはずだ。服なり毛布なりを使えば、首だって。それをしないのは、黙れ！いや、黙るものかよ。だって俺は、そうか、貴様ら。私の過去を見たな。だが貴様らが見たものなど私たちのほんの一部だけだろうが。知った風なことを二度と口にするな。私は、お前たちが考えるような女じゃない。結局は父を殺した奴らを、父を見捨てた奴らを見返してやりたかっただけだ。こんな、まがいものの力にすがってまでな。こっちも超える力発動できるんですよね。人工的に作られてるんですよ。ゼノスと戦ったチームが。こんな人の手に余る力を持って、なんで平然としていられるんだ。わけのわからない他人の人生を見せられて、苦しんで裏切られ、身勝手な思いを託されてまで、どうしてお前は歩みを止めない？どうして？託された思いがある。くそ！時間だけはまだある。だから、もう少し、これからのことも考えてみてよね。行こう、みんな。
ドゥン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 うわ、グレンのモブハンって未だにやってるんですね。超越者の影。何か答えが出たわけじゃないけど、ホルダルと話したことは無駄じゃなかったと思う。少なくとも彼女自身が考えるきっかけになったはずだから。そうだな。だけど俺としては新しい疑問が生まれちまった。過去死っていうのはそう何度も起こるわけじゃないんだ。ところが彼女の苦しみようからは、どうもかなり頻繁に他者の過去を見ているように感じられた。漠然と、超越者とは人工的な超える力保持者だと考えていたが、何か違いでもあるんだろうか。なら、ラウバーンに話を聞きに行かない。不滅体が、超越技術研究所を調査してるんだ。何か分かったことがあるかもしれない。なるほどね。例の施設は、ここから北の方にあるから、入り口を警備している研究所の、衛兵に声が出な。人工とあれですね、普通の超える力違うっていう流れですね。もう本当に重要な時しか出てこないですもんね、いつもね。ひよこさんの超える力は。まあ、アレンバルドも多分そうなんだと思いますけど。だから全ての過去を見ることはできないですよね。研究所の衛兵。ラーバンドでしたら建物内で調査を指揮しておられます。超越技術研究所に入りますか。さあ、来ましたね。アレンバルドとアルフィノぐらいは会話したのか。アルフィノ、そうだね、クルルが捕まってたんですね。どうしたホルダラとの面会終わったのか。相変わらずの様子だったけれど、どうも彼女が頻繁に過去死を経験しているような。それと超越者について新しい情報が見つかってないかって。まだ資料、データを集めている段階に過ぎ。良ければ貴様たちも協力してくれると助かるんだろう。で、これで調べてるのか。ガールの社の技術者がいるね。クルルは拘束されていた魔導装置がある。周囲のポットには、供給個体と記されているが、このポットだけ、基準個体というエスプレートが書かれられている。いつもシド会長がお世話になっております。同盟軍からの依頼で、魔導装置の解析をしているんですが、あなたも気になりますか？そのプレートに書かれた言葉が、周囲にある同型のポットには全てエーテルを吸収する機能がついていました。ところが、そのポットだけは例外なんですよ。代わりにポットの内側にあるエーテル波形を調べるための、センサーらしき装置が、異様な密度で実装されていました。一体何のためなのでしょうね。見てください、この人の数々。これは全て実験の犠牲者たちです。これ測んなってんのか。どうやら彼は、供給個体と呼ばれていたようですね。共通しているのは目立った、外傷がほとんどなく、ただエーテルを奪い尽くされて衰弱死している程度。全く正気の沙汰とは思えませんよ。失敗したメンバーたちです。かなりの人の数を実験に使われたってことが。いや、これきついっすね。皆ご苦労だった。早速だが判明した情報を共有してくれ。今回の調査で判明した情報とクルルさんやサンクレットの証言を照らし合わせると、ホルダラが受けた処置について概要が見えてきそうだ。ポットに収めた、供給個体と呼ばれた人々から魔導装置を介して強制的に、魔力、すなわちエーテルを吸い上げ、一人の、強化対象者に注ぎ込む。その際に、基準個体、つまりクルルさんのエーテル波形を調べて、模倣することで、強化対象者を調整していったそうだ。
それってクルルが持っている魔法的な力、超える力を真似しようとしたってこと？うん。おそらくね、意志を感じ取る力が、強いクルルさんを、模倣したがゆえに、ボルダーまた他者の意志や、記憶に、敏感なのかもしれない。なるほどね。そっか。クルルが対象になったからか。なるほどね。捕虜のホルドラがあるのは、見張り役の闘士たちくらいのもの。ドクロ連隊や、肉親や仲間を殺された人も多いはずだよね。そんな人たちに意志を感じて過去を見続けていたのだとしたら。そうですね。クルルもかなり敏感ですもんね。過去死ってのはさ、他人の人生の一部を、追体験するようなものなんだ。大きな影響を受けることも少なくはない。かつてイゼルは、声優の過去を見ることでその後の生き方を一変させた。きっとホルダーは今、自分たちが危害を加えた者たちを接することで知りたくもなかった人生を知り、罪悪感に、苦しんでいるんだろう。処刑を望んだのもやっぱり。だがその心の苦しみはホルダー自身が向き合うべきものだろう。もう一回、我らが、心配せねばならんことは他にある。超越技術研究所のデータが帝国本国に送られていた場合、大量の超越差が作られ、敵として現れる可能性があるということ。対策を立てるためには超越者の調査は続行せねばならん。非常なようだがホルダーは希少なサンプルだ。ますます簡単には殺せんぞ。そうだね。迷うな理性を。描く、理想があるなら、誰よりも己がそれを信じ、真摯に人々に語りかけるんだ。対話こそが人心を変える最良の、方法である近道はないんだ。そうだね。ありがとう、ラーバン。それじゃあみんな、後の詳しい調査は不滅隊に任せて外に出ようか。超越者について聞きに来たのに、いつの間にかラーバーに背中を叩かれちゃった。理想を信じて対話を重ねるか。これがあれか、一旦ですね、フォルダーの件は一旦大きいですかね。ラーバーン局長は踏んでいた爆発が違う。円熟した、市場者に比べて、自分を卑下する必要はないよりせ。でもさ、ホルダーの処刑を求める人たちを落ち着かせて解放させたのもラーバーンだったでしょ。やっぱり頼りになると思うし、自分の未熟さを痛感するよ。そういえばラーバーン局長はアルミゴの情勢が落ち着いたらどうするつもりなんだ。不滅隊の局長であるが、彼はアルミゴ出身だろう。確かに気になるところであるな。ウルハに戻るのか、アルミゴに帰るのか。多くの、亡命アルミゴ人が迫られている選択でもある。さあ、どうなるんでしょうね。カーズ、ここにいたが、ピピンだ。支援物資を受け取るため一時的にウルタ派に帰国していたのが、その際、ナナモ女子陛下から君への伝言を頼まれてね、来たけが、ナナモさんに呼ばれたかな。折り入って相談したいことがあるそうだ。禁煙騎士、バーソロミューに言えば取り付いてくれる。ウルタ派をそういう方はぜひ立ち寄っていただきたい。確かに伝えた。それでは失礼するよ。これはいい機会じゃないか。どんな相談事かはわからないが、ラウバーン局長について、聞くことができるかもしれないぞ。まあまあ、確かに気にはなるけど、無理に、ナオメさんが聞き出そうとはしなくていいからね。で、次はナナモ3回ですか。もう、ウルダ派に行くって流れになるんでしょう、ここからは。ナナモの決意。では私はこれから廃炉の黄金を財源とした支援策の考案のため、下準備に入ろうと思う。アレンバルト手伝ってくれるかい？もちろん何でも言ってくれ。それじゃあ明日仕事に戻る。代表者会議の準備に、財宝開始の手配やることが多いからまずナナモさんによろしくね。ナナモさんの面会、ウルダ派のロイヤルプロムナードにいるバーソルミュー卿が、たどり着いてくれるそうだった。ではまただったよ。アルフィノは来るっていうのですね。まあいいや、とりあえず行きましょう。一人で行くってのはですよね。
ってことは、高成長かな？高成長。すげえ久々に来た気がするな。来る機会ももはやないですからね、こんなとこ。バース先日はお手合わせくださりありがとうございました。あの試合からというのももう一度剣の腕を磨き直そうと訓練に打ち込んでいるところですよ。おっと、女王陛下との面会ですよね。早速お取り続きいたします。来た、ナナモさん。ボイス入るかな？わざわざウルドハまで足を運ばせてしまいすまなかったな。チビ同士で。アラミ語の奪還がなった今だからこそ、折り入ってそなたに相談したいことがあったのじゃ。私結構好きなんですよね。他でもない。ラウバーンのことでな。今でこそ、サカツ州の一人として、そして、不滅隊の局長として辣腕を振るっているやつじゃが、アラミ語の出であることは、そなたも知っていよ。故に、祖国アラミ語を取り戻した今、帰国を望むのが当然と思っておったのじゃが。ラウバウンメは、アラミ語の情勢が落ち着き次第ウルダ派に戻ると、当然のように語っておる。無論、ラウバンはわらわにとって、誰よりも頼りになる重臣であり、右腕とも言える存在。いてもらわねば困るくらいじゃ。じゃが、これでも長い付き合いなのでな。わらわにだけは、分かってしまうのじゃ。奴の瞳の奥に、ひとかけらの迷いがあることが。いや、この BGM ウルダ派への残留か、アラミ語への帰還か。どちらの道であるにせよ、ラウバーンには迷いなく、後悔なく、歩む先を選んでほしい。いつまでもわらわが頼りないままでは、ラウバーンも心のままに動けはしないであろう。わらわは、真の意味で自立し、女王としての務めを果たさねばならん。そのためにも、この目と耳で世界を知りたいのじゃ。なんかチョコボがしれっと言います。少しばかり付き合ってはもらえぬか。人形置いてんのか、部屋に。ありがたい。恩に切るぞ。では、少しばかり変装していくゆえ、表で待ち合わせるとしよう。変装いつものですね。長野さん専用のね、サブ系とかもね、この辺クリアした後に確かにあるんですよね。まあ、おそらく強くてニューゲームじゃ間違いなくできないと思うんですけど、じゃあクイックサンドの方行きましょうか。冒険者ギルド。これですか。ナナモウルナモ。見慣れておるかもしれんが、なかなかの変装術やろう。民の暮らしぶりを見て回るため、時折こうして変装し、商家の娘リリラとして出歩いておるのじゃ。通常であればパガシャンが同行するのじゃが、こんな時まで目付け役について回られたら叶わんからな。同行者としてそなたを選んだ様々な国のありさまを見てきた、経験と見識を見込んでのこと。ぜひ、公正の立場から助言を与えてもらいたい。さて、何やら前置きが長くなってしまったら出発しよう。最初目的地はナルタイモンを出た先、ストーンズスロー、ヒンミンクスじゃ。さあ、ナナモさんの旅が始まりますね。もう外のとこですよね。そうですよね。ナナモウルナモ。
見るがいいこの顛末の連なりを、貧しき者たちが危険と不憫を承知で野営を続けているのじゃ。分厚い、城壁に囲まれた都市内は安全じゃが、すでに人口は過密で、家を手に入れるには莫大な、金がいる。零細難民や、アルミゴ難民に手が届くはずもない。アルミゴ陥落から、20年、0歳から5年。貧民窟をめぐる状況は悪化の一途をたどってきた。これも女王たるわらわの責任じゃ。なのも明らかに力量不足だね。冷たいな、これ。冷たいっすね。肝に銘じておく必要があるんだ。わらわの力量の限界を。では次の場所に向かうぞ。このまま道なりに進み、アンホーリーエアに赴くのじゃ。まあ、素直な意見を言えっていう話ですからね。ナノ様には悪いですけど。難民問題相変わらず解決してないですもんね。これいけねえのかよ。こっちから。ここはわらわにとって因縁の場所。幼き頃、父親と、母親が亡くなった現場なのじゃ。東ザナランの視察からの帰路で、チョコボキャレッチが、落石事故にあってな。不幸な事故が暗殺か、今となっては真相などわからない。いつだったかラウバーンがわらわの気持ちを譲って、真相究明のために再調査すべきだと進言してくれたことがあった。だからわらわは断ったのじゃ。彼に、共和派による、暗殺であることが証明できたとして、捕まえられるのはせいぜい、末端の実行犯がいいところ。事故当初、5歳の幼い子に過ぎなかったわらわを女王に据えて、彼から操ろうとした黒幕を一掃するつもりはできまい。ならば、共和派を名乗る、豪商の手ではなく、民の手こそ、国を委ねようと考えたのでは、かの騒動ではその手、暁にも、たための迷惑をかけてしまった。だが今のわらは、意味もわからぬまま、天下士の、で、託戦で、言葉を、述べたのではない。傀儡の、女王でなどいられるものか。どうにもそなたを前にしていると、思わぬ本音が出てしまう。さて、ひとまず裏へ戻るとしよう。コロセウムに立ち寄りたい。あの場所も、わらわにとって重要な場所なのじゃ。コロセウムに行くんだ。じゃあ、裏側に帰ります。そっか。ラウバーン昔戦ってたのがそういう感じですかね。こっちか。女王になってからというのも、わらわら、ただ意味もわからず、承認に、署名し、言われがまあ、式典に出席する日々を送っておった。そんな女王としての生活は数年過ぎた頃、公式行事の一つとして観戦に来たコロセウムで、ラウバーンと出会ったんじゃ。これがまた、笑いたくなるほどひどい試合でな。ラウバーン一人に対して相手の、剣闘士は10人以上。明らかに不公平な状況じゃ。妙に腹が立ったわらは気まぐれで口を出した。正々堂々1対1の戦いが見たいと。後に知ったことじゃが、当時ラウバーンは、掛け金をめぐる陰謀に巻き込まれておったらしい。闇賭博の、胴元が、奴の命を狙って手を回していたのじゃ。わらの一言で境地、救われたラウバーンその大会で優勝。賞金授与式で対面したおり、栄光を誓ってみせたのじゃ。いつかあなたの権威になってみせると。むしろ、無論本気にはしなかったよ。しかし、ラウバーン本気だったのじゃ。以降、5年もの時をかけ、前人未到の戦勝を、成し遂げ、その膨大な教訓を得て、探す地の座へと上り詰めていったのじゃ。お、そう見えますね。やってますね。強いね、さすがに。
盾もあって、ナイトみたいな感じもできるし、二刀流もできるっていう感じですね。剣が2つあるね。女王陛下、危のうございます。お戻りください。苦しゅうない。テケテケ歩き、テケテケ歩きだ。野々様、お約束果たしましたぞ。でかした。次はわらわの番じゃな。そなたが手にした優勝賞金を持ってそなたも坂津衆の仲間入りじゃな。我が力と知恵のすべてを捧げましょう。我らが女王陛下とウルダハに幸あれ。いい笑顔するね。ぴょこっと抱きかかえられる。すまんな、どうしても長話になってしまう。それだけ奴はラーバーはわらわにとって大切な存在だったのじゃ。わらは案じてくれるものなどそれまで幾人かいた。特にパパちゃんは今でも孫のように世話を焼いてくれておる。だが、こと祭りごととなると、金益士や、自重に、次の彼らは口を挟むことはできない。坂州としての発言権を得たラーバンは、女王としてのわらわが手にした初めての剣だったのじゃ。操り人形に過ぎぬ、我が身から、糸を断ち切るための7もの小麦。さて、また移動してもよいか。そろそろ王宮内でもわらわの不在が、露見してしまおう。この、騎士に見つかる前に行っておきたい場所があるんだ。目的地は、アルダネス聖寺道。さあ、参ろう。どこだここですか。ってことはあれか。呪術師のとこですかね。うん。5年前の第7零祭の折、ラーバン率いるエウザル同盟軍がカウンテの平原で戦っていた時、わらわはここにいた。賢者ルイザーが行った、神下ろしの力とすべく、ザルシンに祈りを捧げていたのじゃ。その日以来、王宮を抜け出すために、聖騎場を、訪れたは、ウルダ派の、守護神に加護を願いつつ、自問自答をしておる。わらは女王としての務めを果たしているのかと。では、王とは何か、そなたが、数々の戦いに先頭に立ってきたように、危機にあって、人々に導く度量こそ、王の器であろう。ならばこそ、ウルダ派は直面する危機から、目を背けてはないるまいな。決めたぞ、カーズ。ハルミ語奪還がなった今だからこそ、我は女王として、難民問題に正面から、取り組むこととする。すでに一部のアルミゴ難民は国境の帰還のため動き出していると聞く。我らは、彼らアルミゴの民のため、職人、養成塾を開いたことはその他は知っておるな。だがその成果が出るには時間が必要じゃ。国境に帰ろうとする難民にとって、住む場所も家庭をいるための、職も今すぐにいるもの。これを、公費を投じて用意してあるのじゃ。しかし、どこから手をつければよいとなると、我らには見当もつかんな。どうしたもんか。難民の雇用に詳しい者に助言を求めるべき。なるほど、一理あるな。確か、高土に名を連ねる豪商、ゴッドベルト。来たね。いや、パパじゃないけど。パパですね。だからですね。
事件屋のパパですね。経営する遊戯場で多数のアルミゴ難民を雇用したはずじゃ。ところでそなたはゴッドベルトを知っとるか。事件をやってるからってことですね。お知り合いだったから、ならば話は早い。連絡を入れ、ゴールド捜査に文句としよう。確かウルダハランニーから定期戦が出ていたはずだ。やってないとってならなそうですよ。じゃあウルダハランニングに行かないといけないんだ。まだ花見のイベントやってんだ。まあ3月ですね。紅葉で飛行艇に乗ることがあって、劇場ゴールド捜査に行くのは初めてじゃ。さあさあ参ろうぞ。楽しいところですよ。トゥン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 。ここに来るってことはあれですね。著作権スパンが湧くね、これ。いや、だるいな。また行き来かよ。ここは夢にまいたゴールスなんというやかで、楽しげな場所なのですよ。いい申し立てをしないとですね。いや、遊んでいきたいなと思ってもらうぞ。ゴッドベルトにはすでに連絡を入れてある。ワンダースクエアのラウンジマンダビルにて待ち合わせる手はずになっている。さあ行くぞ。必ずと言うと引っかかりますからね、これは。FS7 に引っかかりますからね。容赦なく。上だったかな確か。上だと思うので、ここから行けばいいかな。待ち合わせのラウンジはここでいいはずじゃ。しばしゴッドベルトの到着を待つとしよう。いやいや、お待たせしてしまい申し訳ございません。とんでもない。急に呼び立てたのはこちらの方じゃ。今日はその他に相談したいことがあってな。女王陛下に加え、カーズ殿もご一緒であっては、駆けつけるわけにも参りますわい。話しているのは他でもない。ザナラーンに身を寄せるアラミゴ難民のことじゃ。祖国が解放されたことで彼らの間に、帰国の動きが見られることはその他も知っておる。しかし、住居と雇用がなければその先に苦しみがない。我々は公費を投じることで彼らを救いたい。そのための方策について、その他の意見を聞きたいのじゃ。パパ。冒険者の同行させておられるのは、中心ではない。第三者の意見を求められるが、そう見込んで率直に申し上げます。よろしくない。公費に投じてアラミゴ難民を救うなどもってのほかです。いや、反対するんだ。なんじゃと反対するというのか。反対も反対、大反対です。難民の帰国には、雇用が必要という考え方は正しいと存じます。ですが、公費を投じて売る側に何の利益がありましょう。利益じゃと、多くのアラミゴ難民を救ってみたそなたを見込んで助言を求めに来たというのに。ナムさんはどうやら陛下、思い違いをしておられるようです。難民の、帰国支援は立派な善行でありましょう。ですが、そこに難民とはかわいそうなものだという、偏見が見える。一方的に救ってやろうと考えているのではありませんかな。人とは、実に怠惰な生き物です。無償で助けられ続ければ助けられることに慣れてしまう。ウルダ派のためにも、貧しき者はおりましょう。その者たちが、自国の金で生きながられるアルミゴの難を見れば、不公平に感じて憎しみすら覚えるでしょう。そうですね。まさにそうですね、そんなの。新たな対立を生むなど、ナム様の本意ではありますので。つまり、我々は考えるべきはアラミゴ難民の支えとなり、なおかつウルダ派のための利益になることじゃない。この二つを考えないといけない。さようです。さすれば見返りを得たウルダ派の民を納得し、アラミゴに帰った者たちとも良好な関係が築けるという。貴重な意見に感謝するぞ、ゴッドベルト。今一度我々の支援のあり方を考え直してみよう。こういう時はやっぱまともっすね。
タフに関して。さすがにゴールド操作使えてて、さらにサカス中なだけありますよね。吹っ切れなアナゴさん、吹っ切れたんだ。ウルダハの利益か。わらはまだまだ考えが浅かったということじゃ。しかし、己の赤さを長い手を学びを得て全身あるのみじゃ。ところでカーズよ、そなたの知り合いに熟練の商人はおらぬか。利益の上げ方について尋ねる商品を置いておかになる、あれですか、タタルさんですかね。ウクライナにいて、いや、韓国か。東アルデナード商会にバントン世話になったとならば、その韓国とやらないと協力を仰いではもらえない。いや、韓国に会うのかよ。いや、よろしくねえな。さすがに我らは国会に出るわけにいかない。手数をかけるが、後ほど裏のエイテライトプラザ近くで合流するでしょう。そうじゃない。まず、クガメに行けってのがあれになってますね。いや、めんどくせえな。こっからでいくらか。たっけえ。いや、まあ、いっか。いや、飛びましょう。たっけえけど。あ、じゃあちょっとあれですね。ちょっとケチります。すいません。ケチります。ここですね。ここがね、黒金なんで、こっから行って安いですね。船で行くのもちょっとめんどくさいんでね。これで行きましょうか。で、クガネとりあえずね。100だ。韓国のとこなんで、タタルさん持ってんじゃなかったっけな。ようこそお客様、ウルダハ召喚応接室に入られますか。あ、いないな。いないっすね。これはお久しぶりです。今日はどういったご用件で？あれか、そうですね。そう、透滅の件があるから、タタルは。そういうことか。ナナモ様がアルミゴ難民の、帰国支援のため、商人の助言を求められておられると。実に興味深い話です、カズさん。来るところを間違えてますね。四天王がいるんですね。あなた方の相談すべきは、小物に過ぎない私なのではなく、東アルデナード商会の会長、ロロイとその人であるべきです。100億ギルの男と、勝る商人などいませんからね。私の方から会長に取り継いでおきますから、暁のザナラーにおける拠点で、交渉するのです。手強い相手ですが、ご運をお祈りしていますよ。いやー、じゃあロロイトに交渉するって流れになってますね。さあ、やっぱ100億の男がやっぱ一番すごいってことだ。金に関して。ウルダハに行けってなってます。なんか、こっからウルダハ高けんだっつって。いくらかかんねえか。同じ値段。同じ値段する。500だったらいいや。でん。長く続けてるプレイヤーだったら特に関係なく、そこまで気にしなくてもいけますけどね。最近始めた人とかは結構金問題きついっすよね。1300と取られたら。戻ったかかわらず、それで韓国の協力が得られたのかな。なんと呪いとの交渉が提案されたと。確かに利益を上げることにかけては奴に勝るものはこのダハにはおるまい。だからロルイトが共派の筆頭であること。いや、これは、砂の女王として避けては、通れぬ道か。ロロリトをも使いこなせずして、ウダハを導くことができぬ。来たね。来たゲン。いやー、頑張る。そうで、吹っ切れ長野様ですもんね。わらわ、覚悟を決めたぞ、カズ。すまずが、砂の家を交渉の場させてもらいたい。ウダハとアルミゴの未来のために奴に、伏せてみせよう。砂の家なんだ。砂の家行かないといけないのかめんどくせえな。いや、それがめんどくさいんですよ。ショートカットしてる。いやー、ありがてえ。これありがてえ。
ここ暁の決命の仕方に一つ砂の家か。噂に聞いておったが訪れるの初めてのじゃ。あれか、ウリエンジェがいますかね。さて、この一室を借りてロールとの交渉に臨むとして、わらは少しばかり準備をする上、すまずが、その他人払いの方を頼むぞ。人払いするんだ。なるほどね。ここを開けた。ここでもウリエンジェしかいなかった気がするけど。暁から砂の家に招かれるとは、よほど重要な商談であると、そう考えてよろしいか。暗殺というなら遠慮させてもらいたいがな。暗殺。いや、蒼天の毛を絡んでくんね。本当即バレしそうですけどね、今度。やっぱバレてるか。これは一本取られましたな。まさかここに来て、商談相手にマスクをかぶられる気分を知ることになろうとは。そっちか、そっち。お、取るんだ、ここで。うん。これでよろしいですかな。七も陛下。バレてるわ。いえ。リリラお嬢様とお呼びした方が。七もでよい。どうやら、余興は楽しんでもらえたようなのでな。早速商談に移りたいのじゃが。よろしいでしょう。一体、どんな提案をしてくださるのですかな。ザナラーンに居留するアラミゴ難民についてじゃ。彼らの祖国への帰還を支援したい。祖国への帰還を支援。戦勝祝賀会の一件の詫びとして受け取った、そなたの財産の半分と、テレジアデレジの権益。これを財源として、公費を投じるつもりじゃ。しかし、この計画は、アラミゴ難民のためだけではなく、我らウルド派にとっても、投資に見合う益のあるものとしたい。そして、利益を上げることにかけて、100億ギルの男と呼ばれるそなたに、勝る者はおらぬじゃろ。どうか、知恵と力を貸してはくれまいか。どうやら女王陛下も世の中の仕組みというものをいろいろと学ばれたようですな。詳しい話をお聞かせ願いたい。なるほど。難民の帰国を支援する見返りに当地で新たな産業を起こし、利益の一部をウルダ派の民へ還元すると、良き考えと存じます。理念は実に素晴らしいが、未だに事業としては具体性に欠けると言わざるを得ませんな。さすがにウルダ派随一の商人じゃな。手厳しいが、確かに具体案を考える必要がありそうじゃ。ところで、そなたは戦いの過程でギラバニアの地を横断し、様々な場所を見てきたはず。どこかに今回の計画に適した難民たちが住まい、産業を起こせるような集落はあったか？また難しいこと言うね。いや、ここじゃないと思いますね。この確かに、これになるのかな。これですかね。ソルトリー。これ湖畔のとこっすよね。ソルトリーか。ロッホセル湖に面した塩漬け工房があった寂れた村。かの塩湖の塩には独特の旨味がある。帝国の侵攻によって供給が断たれた時には美食家たちが大いに嘆いたものだ。わしも含めてな。なるほどね。塩を取引になるのか。なるほどね。これで利益が出るってことか。
塩とは食の基本にしていかようにも姿を変え多くの品を生む。そう、莫大なギルに姿を変えるやもしれぬな。どうじゃ、統治の住人との交渉は必要になろうが、この計画に東アルデナード商会として乗るつもりはあるか？よろしいでしょう。ミラバニアの白き結晶を我が商会の知恵と力によって100億のギルへと変えてご覧に入れましょう。すごいですね。100億のギルに変えてくれるんだ。すごいな。それがアラミゴを助け、かの猛牛が進むべき道を照らさんという我らが女王陛下のお望みとあらば。交渉成立のようじゃな。他を選んでたら違うってなったんですかね。で、まあ最終的に多分ソルトリーを選ぶんだと思うんですけど。このような、緊張を強いられる交渉事はなかなか経験がないぞ。しかし、そなたが横にいてくれたおかげで、どうにかロリットから協力を取り続けることができた。感謝するとか。ソルトリーの未来。ともかく方針が決まった。この我々裏側でともに、発刊の、役人たちと共に、計画の具体化に入るつもりじゃ。その他にアルミゴ側との、つなぎ役を頼みたいのじゃ、一応アルミガンクォーターに向かい、リセに事情を伝えてはもらえんだろうか。何から何まで進まんだ。難民たちの帰国支援計画の開始まであと一歩、どうかよろしく頼むぞ。来たね。じゃあ、アラミガンクォーター行きましょう。すんげえ見られてますね。あ、みんないるね。モフ推しです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。ウィスカーがいる。もうとね、カズ、お疲れ様。それで、長野さんの要件なんだと。ああ、そっか、なるほどね、湖畔の件ってこのウィスカーの方だったか。ああ、これがあれか、じいさんのとこ行った人でしたっけね。なるほど、ラバーン、ウルダ派に戻ることを前提にしているけど、どっかに迷いがあるかもしれないか。それにしても、長野さんがアルミゴ難民の帰国支援のために動いてくれしているのは本当に助かる。ソルトリーと、製塩業という、目の付けどころのいいようにも見える。しかし、ロルイト艦長の、協力を仰ぐとは、南欧陛下も思い切った決断をしたものだ。一世、君たちアルグも、暫定政権として、この申し出をつけるつもりがあるか一つ提案したい。廃業の黄金の、資金源として、アルミゴ側のこの事業に出資するんだ。完全なウルダー資本となると主導権を捉えかえないからね。クアネでもそうだったけど、ある日乗ってロリット会長が入ってたらとものすごい慎重になるよね。確かに。苦い経験がありますから。でもその案を採用させてもらい、もちろんソルトリーの住民たちが計画に同意すればなと。ウィスカー、あなたのおじいさんに、今回の、やっぱそうですね。ウダ派側の申し出について伝えてみてくれ。ワットさんたちが同意するならこの話進めてみたいんだ。了解だ、リセ隊長。それじゃあカーズさんついてきてくれ。ソルトリーのワットおじさんのところに行こう。私も同行させてもらえる。資金について説明が必要になるかもしれないし。ウィスカーとアルフィノか。OK です。近いと近いっすかね。
お若いのマガトン殿を連れ立って訪れるとは一体どんな風の吹き回しじゃ。おじさん、ソルトのためにいい話を舞い込んできたんだ。母さん説明してやってくれ。なるほど、確かにいい話だ。錆びれて集落を立ち直すのに人手も金も不足しておった。異国に逃れてきた同胞たちが戻ってくるのは大歓迎じゃ。ただし問題もあっての、塩を取ろうにしても塩の、湖の周辺に魔物がしなってるんだ。なるほど、これ倒せとか。かつて王には、雇われた兵たちが民を守るために、定期的に魔物討伐を行っていたんじゃが、帝国が市民権を持たない者たちのために動こうとせんかった。それなら俺たちに任せてくれないか。リス隊長も、自分から復活させたいって言ってたし、変更周辺に参戦させてもらえるよう掛け合ってみるよ。おう、やってくれるか。じゃあ、ウィスカーよ。戦いの腕は上がっておるのか。もちろんそれはね、ただ俺が訓練を受けてきたのは帝国相手の戦い方だ。母さん、この辺りの、観察しながらその特徴や戦い方を俺を教えてくれないか。なるほどね。戦い方教えるんだ。ありがとう、助かる。それじゃあ先に、ロボセルコの方に行ってみるか。まあそうですね。ひよこさんが常にここにいるとは限らないですからね。それでは君たちが魔物の観察している間は、私はアワットさんたちに、資金面の細かな説明しておく。終わったらソルトへ戻ってくる。結構、普通に敵がいるもんな。そうそう。母さん、この望遠鏡で魔物を観察してから弱点なんかの特徴を含めて戦い方の助言してくれるか。実際俺が戦ってみるかよ。戦うのはそっか。リスカが戦うのか。なるほどね。まずはこいつってことですか。なんでマークがつかねえんだよ。ここなんだ。今どこ刺した?ここか。この顎の角なんだ。じゃって。全身が硬い骨格で覆われている。しかし、頭部の下側は柔らかな部分が露出しており、弱点になっているようだ。あれが正しなか。硬い骨格で覆われている厄介な相手がどうやって倒せばいい。頭部の下側に弱点がある。とにかく気合いだ。ひどいっすね。ひどすぎだよ。助言もなんもねえじゃねえか。頭部の下側へと効果がない弱点だって。よし、やってやるぜ。勝った。ありがとう、母さん。言われた通り戦ったらタラシナを倒したで。さあ、この調子で次はまだ続くらしいです。まあ、それあいつだけじゃ無理そうね。どう考えた固有的大半ってことっすかね。ほぼほぼタラシナっぽいね。こっちに行くと違うのがいるのか。お次の相手を探してくれ。タラシナじゃない別の種族の魔物との戦い方を教えてくれよ。こいつか。こいつも見ました。ホーバットの弱点。普通にスカラにいましたね、こいつ。顔面が弱点なんだ。その両手は大きく怪力が起こっているようだが、潮の形状を動かしている神格を貫けば力打ちなど。見たところ神格は目の奥に隠されてる。目の奥か。なるほどね。オーバーと、君の悪い相手はどうやって倒せばいい？目の奥にある神格を貫け。とにかく気合だ、気合。ひでえ。気合だけでやらせようとしてる。
あの目の奥に神格あるってそうと分かれば倒せそうな気がする。行くぞ。調べた意味が一切ないですからね。気合とか言ってた。へこんでる。あの解放者に見られていると思うと緊張してしまったが、アドバイスのおかげで魔物を倒すことができたぜ。これなら俺でも魔物討伐を続けていけそうだ。助かったでありがとうよ。そろそろソルトリに帰るぜ。ワットおじさんね、心配してるからだろうかな。でもおもちゃっすよね、これ。小さすぎだっていう。戻ってきてくれたよじゃん。それで魔物は討伐できそうだった。バッチリだぜ。母さんの助言のおかげでコツはつかめた。ソルトリーを守るために仲間と一緒に巡回させてもらえるよ。それは朗報じゃ。いつの間にかたつくましい男に成長しておったんじゃん。いいっすかよ。近頃アラミゴの町の方では勝利の熱狂に浮かれて、苦習だ何度と過去の生産ばかり目を向ける者が多いと聞く。そんなことよりも大切な未来じゃ。ソルトリーの明日を作るため、孫や解放軍と協力して、同胞たちに迎え入れる準備を進めなる。いや、4.1 結構ボリュームありますよね。これだけであれですよね、アラミゴの辺を終わらせようとしてるからですけどね。波乱の兆候。4.2 からまたドマヘになりますからね。どうやら魔物の問題は解決に向かいそうだね。こちらもワットさんの説明とソルトニーの現状把握があらかた、終わったところさ。集落を一回りしてきたが使えそうな建物があってね。これなら難民たちも喜ぶことができそうだ。お話中のところ失礼します。カーズ様に、ラーバン局長より連合を扱ってまいりました。ぜひ直接お会いして報告したいことがあるとのことです。おっと、ラーバンか、次は。実務面での、細かな仕事は私が、ワッツさんたちと進めておこう。ウーザハワーとの連絡も任せてくれたのも構わない。だから君は遠慮なく行ってきてくれ。ありがとうございます。それではアルミガンクォーターの諮問前でお待ちください。失礼します。さあ、ラーバン決断の時です。ウルダーホを選ぶか、アラミゴを選ぶか。どこにいんだよ。すまない。遅くなった。またもフォルドラの処刑を求める市民たちが騒ぎを起こしてな。対応のため走り回っていたのだ。どうにか説得して解散はさせたが。いや、いるんだ、ちょこちょこまだね。やれやれ。貴様に愚痴を言っても始まらんな。話というのはだな。山岳地帯への進軍中に、アレンバルドたちの部隊が拘束した2人の捕虜のことだ。捕虜。当初はその軍曹から帝国兵と思われていたが、取り調べの過程で正体が判明した。ユーユハセとローレンティス。おっと、そう。ね、イルベルトに従って逃亡していたクリスタルブレイブの残党だ。クリスタルブレイブの残党。どうやら奴らはバイサルの頂上にて神竜召喚のニエとするため
解放軍の闘士たちを虐殺するのに一役買ったらしい。そうですね。バイサルの頂上で出てましたね、あの二人。そんな連中を、貴様ならどう裁く？どう裁く？いやー、これ選ばせんのかよ。命だけは、極刑しか考えられない。命だけは、極刑しか考えられないが、上に来てますね。上に。上にしてみますか、僕は。さすがに多分やらないと思います。やはりそうか。祖国奪還を求める大勢の闘士たちに魔導兵器をけしかけ、無慈悲にも殺し尽くしたのだからな。ラバー救う方を選ぶのかな。ともかく貴様の気持ちはよくわかった。いずれ同盟軍として法廷で裁くことになろうが、その時には参考として貴様の意見も提出しておこう。まあどうせ別にこうしない、分かれるってないですからね、絶対。さて、要件はここまでなのだが、すまぬが、もう少し時間をもらえるか。少し歩きたい。イルベルドの件では、貴様にも迷惑をかけたな。我が輩のどちらつかずにも見える態度が、奴を強行へ誘った面があるのは間違いない。すまなかった。だが、貴様を筆頭とした暁に、ピピンを含めたエオルゼア同盟軍の将兵たち、そして、アラミゴの同胞たちの奮戦によって、祖国は奪還できた。暫定政権の主導で、新たな国の在り方についても、ほどなく方向性が示されることになるだろう。そうなれば、我が輩はウルダハへと戻り、これまで通り、ナナモ様を支えるつもりだ。父上。もちろん、ここアラミゴは我が輩の生まれ故郷であり、捨て去りたいわけではない。帰郷を考えなかったわけではないのだ。実のところ、一人の気ままな傭兵として、貴様と共に戦いたいと無双したことすらあるのだぞ。だが、我が輩はナナモ様の剣になると誓った身。やはり、その誓いを破るわけにはいかぬのだ。そうなるよね。父上、それは真なる心の声なのですか？無論だ。我が剣と心は、常にナナモ様と共にある。どうしてだろうな。貴様には、この決意を伝えておきたいと思ったのだ。さあ、どうなるでしょうね。アレンバルドが来てますね。予想以上に時間を取らせてしまったのだが話ができてよかった。ところでアレンバルドは我らを探しているのは何事か起こったというのか。ラーバン教長、カーズも一緒にいたとは好都合です。実は正門前にあなた族の一団が来ましてね。それも解放軍に協力していたビリスラではなく、万神召喚を行ったカリアナ派っていうから大騒ぎで。
例の代表者会議に出席したいと主張しているらしいのです。今、リセたちは対応していますが。確かに代表者会議には獣人種族も招かれている。人との接触を嫌う、カリアのハワイへと出席しないものだとばかり思い込んでいたが、ともかく我々の現地に行ってみるしかない。ピピンは直ちに同盟軍部隊と合流し、警戒態勢に入れ。いや、危険ですね、これ。カージを、我が輩に同行してもらえるか。連中と、相対したことがある貴様がいてくれると助かる。確かあれですよね、揉めて、和解しなかったっすもんね、あの時ね。誰でしたっけな、バンドで誰でしたっけ、忘れちゃったな。それ。ラクシミな、ラクシミ。そうですね。なんかを企んでる可能性はあるってことですかね。来てくれたんだね。カーズ、ラーバン。シュウ、お前あの時の、美神ラクシミに刃を向けたことを忘れたはなるが、それでも我ら戦いに来たのではない。ギラバニア地で生きるすべての者が集い、協力すべしと理念に嘘偽りがないのであれば、我らはアナンタ族の代表として受け入れるがいい。もちろん偽りはない。ただ、私たちが万神の召喚を認められないということだけは分かってもらいたい。アラミゴの王宮に入る前、クリスタルの装飾を預からせてもらうことが条件。もちろん会議が終わった後に返却させてもらうから。周囲遺憾であるか認めよう。だから護衛の者たちの武器までは渡しはせぬぞ。お前たち人の行為と完全に信用したわけではないのでは。妥当な条件に思います。我々の護衛も武器は、することになりますし。致し方あるまい。周囲交渉は成立した。我らを議場に、案内するがいい。あ、で、これから代表者会議始まる感じか。やれやれ、開催直前になって、波乱の兆候ありといったところか。英雄の期間、おっと来たね。長野様とラウバーのこの名シーンが待ってますね。ところでカーズよ。カリアの、読書のことが信用できると思うか。テンパードは信用できない。ですね。まあ確かにそうなるよね。やはりそう思うか。一生捕虜となったものは、万神の忠実なる信用とかつ、美神楽師の影響が抜けたら、到底思えんからな。ともかくここは油断せず、警備を強化するしかあるまい。だが、相手が万神絡みとなると、我が兵たちだけでは済まぬが、暁に協力を要請したいんだが。それじゃあ、俺が賢人たちに事情を伝えて、アラミガン交代に集まってもらうようにするよ。カズは先に向かって待っていてくれ。ありがたい。では、後ほど代表者会議の議場となる同級では、ビューン。いや、シトラ来てるね。あ、サンクレットも来てるね。私となんか、事情アルバルトから聞かせてもらって、急遽、ストラトサンクレットが集まってもらった。問題ないよ。私たちも協力させてちょうだい。カリアナ派といったか、アリゼの報告書では彼女らアンナント族の中でも、内向的な一派で、人との接触を嫌っているとあったが、私も驚いている。まさか呼びかけに応じて代表者を派遣してくるとはね。収集した、異性たちアルミゴ、暫定政治権としての予想外の展開だろう。それで俺たちはどう思う？
大使者会議の事情、アラミゴ王宮、その内側と外側の両方を分担して警備する必要がありそう。そういうのは俺とヤストラで、外側を受け持とう。カーズとヤス、アルフィのアレンバルド、王宮内の警備を担当してくれ。わかった。ラーバー局長と合流させてもらえるよ。カーズ、ここ、市街地の東側に、王宮の裏門に通じる階段があるからそこに向かおう。警備のアルミゴ解放の衛兵に伝えればそうしてくれるはずさ。裏門。英雄の帰還って書いてあるんですね。もう英雄って言ってんのはラーバーのことを指してるってことでいいの？ってことはやっぱ帰還するっていうのですか？まあそうですよね。気をつけてがやっぱそうですよね。暁の方ですね。ラーバーン様への話を伺っております。ああいうご意見に向かわれますか？結構ボイス量ありますね。4.1 だけど。みんな、集まってくれてありがとう。私は、リセ・ヘクスト。アラミゴ解放軍の代表をさせてもらっているわ。今日、この場には、各集落の長、国外に避難していた人たちの死者、それに、アナンタ族やキキルン族、ギラバニアに生きるすべての同胞の代表者たちが集っている。これからのアラミゴのあり方を決めるためにね。なんでキキルン族が来てんだよ。ところで、この大広間に入って、みんなは最初に何を見た？確かに住んでますもんね。アラガードの近く。私は、あれを見たわ。今、あの玉座には、帝国が送り込んできた総督も、アラミゴが生み出した暴君の姿もない。この中で、あの玉座に座りたい者は？また、誰かを座らせたいと望む者は？なら、皆ここに座りましょう。車座になって。私たちは皆、対等な隣人であり、そして友人なのだから。リセは覚悟を決めたようだね。王政という選択肢を早々に除外させて、共和制や主張制への道を示してみせた。予想以上に話し合いはスムーズに進みそうだね。アラガーナの村長としての意見は以上だ。ありがとう。次は、カリアナの族長、シャンティさんの番ね。共和制への移行を求める意見が多いけれど、どうかな？こうね。我らアナンタ族は、人の子らを含めて、ギラバニアに生きるすべての者に対して求める。美神楽趣味の信仰を。やっぱそうなるんだ。いやー、まあそうなるよね。美神楽趣味よ。
我らのもとへ来たりませ。ここに呼ぼうとしてますね。いや、これはやばいっすよ。いや、ちょっとそこにクリスタル置いてあるのまさか。出てきましたね、ラクシー。どうしてクリスタルは持ち込ませなかったのに。詮索は後だ。みんなこの場から避難するんだ。早くテンパードにされるぞ。いや、頭使ってきましたね。俺たちで盾になるぞ。切る。やばい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 。バリアするしかねえ。そのコンテンツじゃなかったっすけど、普通にイベントバトル。警備の者を先んじてテンパードに変えていたか。だがテンパードになってるんです。させない。是が非でも代表者たちをラクシュミの虜としたいらしいな。あの人がアレンバルドと二人で盾になってくれてるけど、これだけの人数を守りながらでは思うように戦えまい。ラウバーン、お願いがあるの。ここで代表者たちを守っていて、すぐに援軍を連れてくるから。援軍を連れてくる。任せるのみか。我が受験の炎、たやすく突破できると思わぬことだ。あ、こっから始まるんだ。いや、やっぱそうっすよね。そのコンテンツっすね。いやいや、外には出ないんですけど。あ、左行きましたね。代表者たちをテンパードにさせるわけには。だけど、あれだけの人たちを守りながらバーシンと戦えるのか。そう、弱気になるのはね、こっちにはカーズもいてくれるんだ。やってやる、やってやる。アレンバーと戦う。準備いいよな。デフレクが使用できます。デフレクを利用することでラクシミが放つエーテルスフィアを破壊できます。なお、エーテルスフィアが代表者たちに命中し、テンパーとか施設だった場合は、バトルは失敗となります。だって。ウェイ。
あ、そうそう。だるい。あ、そう、カートで登録ついてますね、コンテンツに。めちゃくちゃ楽です。いや、量多くねえか。いや、それでも量多いな。いや、おいおいおい。頑張ったやつした。危ねえ。いや、結構ギリギリだぞ。よし。浄化の輝きを見よ。いや、こんなんばっかり。はい。もっと終わった？援軍が来るって話でしたっけ？このままじゃ。あ、来た。ウルドラだ。来ましたね。あんたは手伝ってやるから始末するぞ。この化け物をな。あ、やるんだ、この3人で。いや、これは心強いですね。3人になったもんね、超える力。たまりやるのに守ってもらうしかない。あれ消えた？どこ行った？あ、これは倒してくれるか、さすがに。ああ、テンパードとかあ、向こうにいるわ。向こうにいいんじゃねえか。いや、これどうすんだろう。みんな今のうちに待機。今のうちに待機。理性っつっても、ちょっと理性戦う気っすね、これ。私もこれ、今こそ踏みとどまって戦う時なんだよ。そうだな、理性。ここは我ら故郷、命を尋ねに何とするある日の、理性ラーバンケット分かりました。避難誘導は引き受けますね。もう、ある日のやらんか。いやー、戦うんすね。だから守れってことっすよね。その二人。拘束されてマジか、リセたちをテンパードにするそうだ。いやー、そうきたか、連打だ。そして、その後に、あれはどうにかしなきゃいけない。いやー、か。いやー、結構忙しいぞ、これ。頑張れ、アベンバールズそっち任せて。全部、あ、ここに行けと。
けりゃいいんだよ。いや、円になってんじゃねえ。こうじゃねえ。いや、そんなのもやってくんのかよ。半分。ダメージ取んないっすよ。700。3桁じゃねえかよ。そんなダメージ取んねえんだ、これ。あ、いった。オッケー。やったか。理性がホルダー交渉したってことですよね。あ、しかもこれを確認できそうですね。一体何のつもりだ。繰り返さないからよく聞いて。ついさっきアナンタ族が王宮内で万神を召喚した。それであの人たちがたった二人で戦っている。みんなを守るために。フォルドラ、あなたには万神と戦う力がある。そして悔しいけれどその力が私にはない。前に時間だけはあるって言ったけど、ごめん、もうその時間はなくなった。今すぐ決めてちょうだい。その剣でゼノスのように自ら命を絶つのか、あるいはアラミゴの人たちを守るために戦うのかを。まあ、守る方を選んだってこと。
お前はドクロの処刑人。見るのか。まさにこれやられてたもんね。アラガーナは特に。仕事は終わった。牢に戻る。私はお前たちドクロ連隊を許さない。許せるわけもない。だが蛮神と戦い、我らが解放者を助けてくれたこと、それだけは礼を言わせてもらう。涙が出てますね。安原さんにしてはね。あれですね。失敗ですね。見抜けなかったっていうね。ありがとう、カーズ、アレンバルト。おかげで代表者たちは全員無事だと。我が輩からも礼を言わせてくれ。我らだけでは、マーチに楽しみに魅了されていただろう。この勝利は貴様たちの存在あっての、そのものだろう。それにしても、あらかじめ警備の兵をテンパーとかしていたとは。万神の恐ろしさを知っていたはずなのに、召喚を許すなんて、警備を担っていた足の責任を思いは、本当にごめんなさい。それを言うのは我が輩も同罪だ。この教訓を今後の警備体制に生かすしかあるまい。クリスタルを議場に運び込んだはもちろん、あなた族の護衛たちに武器の携帯を許すように進言したものもテンパードであった可能性が高い。私なら対象者のエーテルを念入りに見れば、テンパード化しているかどうか見極められると思う。兵たちの、検査をするつもりなら協力させてちょうだい。お願いするわ、イラスト。しかしあのフォルダラが助立ちしてくれるとはね、助かって一体どうやったのか。彼女のことは私が呼びに行ったの。そんなことか。ラガンフリッツさんも言ってたように、彼女がしていたことは被害者からすれば許せるものじゃない。フォルダだって許されたかったから、剣を取って万神と戦ったわけじゃないと思う。それでも彼女は同胞のために戦ってくれた。帝国人として育てられたフォルダたちを追い込んだのが、時代と環境のせいだっていうのは私もエタルモ人として、その環境を作った責任がある。今、アルモで、起こりつつある復讐の連鎖を止めないと、また新しいドクロ連隊を作ってしまうことになるかもしれない。だからどんなに青臭い、理想論も、言われてもとも、このアルモから隣人同士の対立をなくしたいんだ。そのために対話を重ねていくつもり。理想は至る道は遠くとも踏み出されば近づきはしない。難しい問題だが微力ながら私も協力させてもらえる。ありがとう。まずはそのために代表者会議を成功させないとね。みんな動揺してるけど会議を続けたいって言ってくれてるし。そうだな。ではこれよりの会議の、運営は我らに任せる。彼女たちは休んでいてくれ。
したね、ここが。ラーバンが。先客は誰かと思ったが、貴様だったか。代表者会議は先ほど終わったよ。イシュガルドの庶民院という先例に倣う形で、民衆に選ばれた代表者による議会を発足させることに決まった。これで、アラミゴにおける我が輩の役目も終わる。故に、ギラバニアの星々を最後に見ておこうと思ってな。お、いますね。長尾様はまあ、あれですよね。アラミゴに帰ることを、告げるってことですよね、これね。どうした？何か忘れても。まだ気づいてないんだ。気づいてないですね。旅行ナナモ様。なぜこのような場所に？ラウバーンよ。今日この日をもって、不滅隊局長、及びサカツ衆としての任を解く。何ですと？ラウバーン。わらわはもう大丈夫じゃ。だからそなたは一人のアラミゴ人として、生まれ故郷に帰り、同胞たちのために働くのじゃ。またもすべてを、お一人でお決めになるおつもりか？一人で決めることの愚かしさなど、とうに悟っておるわ。故に、最も信頼できる者に相談し、熟考を重ねて決めたのじゃ。最も信頼できる者ですと？我が輩は、信頼に値せぬということですか？そうじゃ！己の心の奥底に秘めた本心を、語ってくれぬそなたを、どうして最も信頼できる者と胸を張って言えよう！アラミゴの情勢が落ち着いたら、ウルダ派に戻ると、そう語る。そなたの目に迷いがあること、わらわが見抜けるとでも思ったのか！見くびるな！わらわが、どれほどそなたを頼りにし、どれほど信頼してきたのか、分かっておらぬのは、ラウバーン、そなたの方じゃ！しかし、我が輩はあの時、誓ったではありませんか。ナナモ様、あなたの剣となると。わらわは、そなたから新たな剣をもらっておるわ。受験ティソーナを継いだ、ピピンという剣をな。わらわは、その剣を、そして、ロロリトラ共和派の重鎮たちをも、使いこなす女王となってみせる。だから、ラウバーン、アラミゴへ帰るのじゃ。ここが、そなたの故郷なのだから。ナナモ様。
バーンよ。笑え。わらわは、笑顔で送り出したいのじゃ。ありがたきお言葉。これまで、あなたという女王に仕えることができて、光栄でした。明日より、そなたはウルダ派の剣ではない。アラミゴの剣であり、より多くを守るエオルゼアの剣じゃ。よいな、ラウバーン。はい、ナナモ様。いや、この話は結構やっぱ好きですね。いつ見ても。もう3回か4回ぐらい見てますけど。で、ラーバーンはもう、サラミを変えるっていう流れになってますね。ラクシュミからみんなを守ってくれてありがとうね、二人とも。おかげで無事に代表者会議を終えることができたよ。よしてくれよ。俺は食らいついていくのに必死だっただけさ。お前が光の戦士と呼ばれる理由が分かったよ。すごかったぜ、本当にさ。そういえば王宮でナナモ陛下に会ったんだ。アラミゴ難民の帰国支援計画の最終的な確認でギラバニアにいらしたそうでね。ラウバーン局長を探していたものだから空中庭園に案内したんだがあ、これ出てくるかな、この後。うん、来た来た。なんじゃ、わらわの噂話か。ラーバーンの話をするってことですか。あ、いえ、そのようなことでは。苦しゅうない。冗談じゃ、冗談。それよりもラウバーンよ。ほれ、言うべきことがあろう。言うべきこと。うん、昨日付で我が輩は不滅隊局長とサカツ州の任を解かれることになった。驚いた。父上の職務は私が代行として引き継ぐ。背負った受験がさらに重みを増した気がするがね。ありていに言えば我が輩は職なしということだ。アラミゴに雇われ兵の職でもあれば紹介願いたいのだが幾分年がいっておりますが、世に名高い戦将の剣闘士ともなれば受け入れ先も見つかりましょう。あのアラミゴの猛牛が無職とは。これは傑作じゃ。無職。すげえ笑われてる。ナナモ様は本当にお人が悪くなられた。ピピンもピピンだ。笑い事ではないのだぞ。無職。急に無職になった。ラウバーン、帰ってくるのね。ああ、どうやらウルダ派に帰る家はなさそうなのでな。よかったら我が輩も国づくりに参加させてくれぬか。お帰りなさい、ラウバーン。
いやはや、驚きの展開だが、その様子だと、君はこれを知っていたんだね。そりゃそうだよ。だって、一度、あれですね、ナオさんとか言ってますからね。やれやれ。今回は見事に出し抜かれてしまったな。しかし、アラミゴにとっては素晴らしい朗報じゃないか。まあもうすぐ出世しますよね、指導者の。百戦錬磨の申し。さて、そうそう、私はラールガーリーチに戻るつもりだけど、みんなはどうする？アリゼも事の経過を知りたがることだろうし、わしも一世と同行するとしよう。モフ王子です。わかったわ、カズ。マーモ様たちと挨拶が終わったら、でもラールガーリーチまで来てね。そうですね。完結と記載されている場合は今後プレイする予定はありません。コンプリート後より、この場に出現する、空中艇に入る。あ、そうか、そういうことね。こっから入れるのか。コンプリート後ってことは、ラールガイズ自身一回行かねえとダメなんだね。まあまあいいや。特に今行きたいってわけじゃねえから。これね、次のパッチ待ちまで暇なんでね、ああいうとこ行ってね、SS 取ったりとか、まあそういうのもやってたっていう感じです。ですかね。で、次がね、4.2 がドマ編なんで、受注するとこまでいくか。別側に行くってなったら、その次回にしましょうか。まあ次回いいですね。来てくれたのでみんな。廃王の、黄金に大不社会議の相談、それからラウバーンの期間、大まかなことの次第はあるメロから聞いたけど、随分と目がまずしい展開だったよ。私はサンクレットさんたちと王宮の外を警備していたんですが、バーシンが召喚されたと聞いてパニックになりかけましたよ。母さんたちが倒してくれたから、よかったものか、カリアの羽の対応は今後とも注意が必要そうですね。そうだね。今回の一件を受けて、バーシン問題の難しさを改めて痛感したわ。でも誰かが先に矛をつなげなければ戦いが終わることがない。カリアハネと攻撃をすべきだって意見もあったけど、それをすれば、再度のバーシン召喚を招くだけだと思うんだ。力で押さえつけるの逆効果であることは帝国のやり方で証明されているということか。それにバーシンを召喚したカリア派の族長は、ラウバーに切られて亡くなっているから、次の族長の動向を見守る必要もあると思うんだ。そうだね。切られてましたね、普通に。もちろん、ウィルラー派や、民族のみんなの安全を守るため、アラミゴ解放軍としてできることは最大限にやらせてもらうわ。私はこの拠点からカリアの派の監視と対話を続けるつもり。父や母もそれを聞けば安心してくれると思います。でも帝国の襲来に備えた解放軍全体の指揮はどうなんです。私なんかよりも経験豊富な優れた指揮官がアラミゴ解放軍に加わってくれたことです。ラウバン閣下ですか？アラミゴ解放軍はもともと小さな組織の集まり。私が、コンラットの引き継いだのは、ラールガーリーチを拠点としていた部隊の指揮権だけ。コンラットが、各組織のまとめ役を担ってくれていたから、緊急の対応として私が代表を務めることになっただけ。各部隊長たちも相談するけど、新政権の下で、軍を再編するのはラウバーに、総指揮官の、職務を任せるのがいいと思うんだ。その元で、働くことや私もしてもらいたい。確かに不滅隊を、導いてきた彼の、指導力は本物だ。アラミがこのような素晴らしい剣を手に入れたものだ。
そして南さんが主導するアルミゴ難民の、帰国支援計画。アルミゴの未来につながる、希望が芽生え始めたことは素直に喜ばしいことだと思う。だからこの希望の芽を大切にしないと。これで終わりかな ?4.1 は。なんかイベントありそうですね、この後。ああ、やっぱこっちですね。土間編ですね。豪雪がいますね。懐かしき。島にあった一本松を切り倒し、急ごしらえしたイカダの海越え。確かにヨッツィがいるって話でしたっけ。どうにか気合で成し遂げてみたもの、線がなければ、予想を正すこともできんとは。これだから人情のない商人の町は気に入らんのだ。危険ですけど、こんなとこに普通にいるのいや、普通にいますね。で、ここの団子美味しいよ。おじいちゃんも食べるっつってます。まさかまた団子を買ったのか。型の父に入れてまで用出せたものだと、あれほど、確かに記憶がないとかそういう話で終わったんですね、4.0。もうこんな正確じゃなかったっすもんね。明らかそう。これではまるでわらびではないか世話してますね。どちらの悪運かはわからぬが、生き延びたからには、主君の沙汰を、アホなではなるまい。ドマ編もね、かなり楽しんでね。どうぞ見てない方はお楽しみに。行くぞ、次よ。次は紅玉海を渡る船を探すでござる。走ってった。一方、ガレマル帝国帝と魔道場。聞いたが、ドマに続きアルミゴが陥落したそうだ。あの戦の天才ゼノス殿下が倒れようとは誰が予想し得ただろう。騙されるな。殿下は負傷されながらも帝都に帰還されたと聞く。ユーザーの蛮族のゼノス殿下を打ち取ったなど、声高に叫んでいるかららしいがな。なんと、やはり誤報であったか。と、なんか言ってますね。しかし、帝都の将校までもが、ザワごとに、流言に、惑わされているとはないかわしい。おかげで各地の女中でも反乱の機運が高まっているというが、やはり正しい情報の公表こそが重要なのだ。早速進言せねばなるまい。流言を用いるのと忌ましい蛮族同盟。やれるものはゼノス殿下のご遺体を示してみせればいいな。そんなことできようはずもないだな。今なんだかね3時間ぐらいかかっちゃいますね。まあ、次回はあれですね。4.2、4.3 をまとめてできれば理想ですね。いけるかなどれぐらいかかるかちょっと時間次第ですけどね。じゃあこれで多分行くって流れになると思うんで、そこまでやりましょうか。カーズ、ちょうど報告したいことがあって、暁に連絡を取ろうとしてたんだよね。第三者会議で議論した結果、アルミゴ解放軍が正式な国軍に昇格することに決まったんだ。初代総指揮官に選ばれたアルミゴの猛牛、ラーマン、やっぱそうですね。彼が、復興の陣頭に立つことで、みんな分け合ってるんだ。それもこれもあなたとナモさんがラウバーンの決断に後押ししてくれたおかげだね。ラールガールリーチも正式に維持することに決まりました。次世も改めて辺境地帯方面の部隊長に、就任して、随分張り切ってるんですよ。
ラクシミ再召喚の一件もあったはずばかりだし、カリアのハンドルと監視も、緩めるわけにはいかないからね。でいくつか分かったこともあるんだ。ラーバーに切られた族長の代わりに、その娘がカリアナ花江と新族長になったらしいんだけどさ、あの子、魂のない人形のない状態が続いているみたいだ、ほんと。指導者がそんな様子だからかなり混乱していてね、今は対話に応じる余裕もないみたいだけど、手を取り合える日が来るよう呼びかけを続けていくつもり。対話といえば、ローにいるフォルダーのところにもたまに話に行ってるんだ。彼女も彼女でうつむいて全然私を見てくれないんだけどさ、少しずつ言葉だけは返してくれるようになってきた。いずれこっちを振り向かせてみせるから。いや、すごいっすね、リス。いや、フォルドラとそのカリアの娘の相手してんのか。すごいね、もうどっちもなんか難しそうっすね。ここにいたのか。ある日のそれにアリゼが何かあったの。空間にいるタタリから知らせを届いたの。ハンコクが緊急性の高い重要情報を掴んだとかで、急いで来てほしいな。来たっけハンコクですよね。やっぱ空間か。そこで私が君と一緒に現地へ赴こうと思ったのが、アリゼもどうして行くとは言うと譲れなくて。いいじゃない。だいぶ怪我も治ってきたし、なまっている体を動かしたかったところなので、それに急ぎの事態なら人手は多い方がいいでしょう。いやいや、言い出したら聞かないからな。ともかくすぐにでも失敗したいところなんだが、今から同行を頼めるかい？こういう時一緒に行けないの寂しいけどさ、応援してるからみんな頑張ってる。ありがとう、伊勢。もしアルミゴに関係しそうな内容だったら、すぐ君に、知らせることにするよ。それではクガネの召喚へ向かおう。東アルデナート召喚へとシオに話しかければ、ハンコクに取り次いでくれるはずだ。で、これでクガネなので、次回クガネ、に向かうところから始めましょうかね。でアラミゴは、しばらく来ないっていうのがなりそうですね。しばらくってまたすぐ来ることになるかもしれないですけどね。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。これで、ですね、セールを、すればいいんですよね、確か。中断することですね。OK。で、これ元に戻りました。リセいないっすもんね。はい。じゃあ、それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。またTwitchフォローもお願いします。